皆さん、こんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。今日も生活で使う文法を2つ紹介します。その前にまたコンビニで買ってきたものを紹介します。今日はローソンで買ってきました。まずはこちら。カフェオレです。これは砂糖不使用と書いてありますね。砂糖不使用なので砂糖を使っていません。これはストローです。あ、待って。これは248円でした。で、あと見てください。デザートも買いました。これはご褒美スティックケーキふわシュワレモンです。いくらだったっけ ?311 円でした。はーい。こんな感じになってます。で、この箱を、ちょっと待って、こういうことか。あ、こうやって片手で食べられるようになっています。美味しそう。いただきます。柔らかい。すごくこの白い部分がシュワシュワしていますね。中にレモンのソースが入っています。重たくないですね。さっぱりしているので、すごく食べやすいと思います。美味しいです。やっぱり甘いものにはコーヒーです。私の場合はね、紅茶が好きな人もいると思うんですけど、ちょっとケーキはまた後で食べます。カフェオレ飲みます。これはグランデサイズなので結構量がたっぷり入っています。よし。じゃあストローを刺します。いただきます。美味しい。やっぱりコーヒーは美味しいです。私コーヒー大好きなので毎日必ず飲みます。でもやっぱりカフェインを取りすぎると夜眠れなくなってしまうので、午後はできるだけ飲まないようにしています。まあこれ撮ってるのもう1時半なんですけどね。美味しい。じゃあ今日の文法ですね。今日の文法は一つ目はそうだです。これいろいろな意味があるんですけど、今日紹介するのは様態のそうだです。例えばこのケーキ美味しそう。このケーキ美味しそう。これどういう意味だと思いますか？どういう意味だと思いますか？美味しそう。美味しそうだ。どちらでもいいんですけど。じゃあ、美味しそうと美味しいの違いは何ですか？はい。まず、何々そうだっていうのは、見たり聞いたりして何々だと思うという意味なんですね。あと他にも、例えば、匂いを嗅いだり、あとは触ったり、想像したり、考えたりして判断する。想像したり考えたりして思ったことが何々そうだとして使われます。つまり、このケーキ美味しそう。私、この動画の最初の方にそのように言ったと思うんですけど、美味しそう。いただきます。美味しそうって言ってるのは、私は目で見て、これが多分美味しいだろうと思っている。美味しそうって言っているときは、まだ食べていません。まだ味はわかりません。本当に美味しいかどうかわかりません。でも私は見て判断します。この色だったら、この形だったら美味しそうだな。とかね。この匂いだったら美味しそうだな。とかね。これ今袋に入ってるから匂いわからないけど、開けて、こうやって嗅いだ時に、美味しそうだな。これでもまだ食べてないです。食べる前に見たり、匂いを嗅いだりして判断した。これが美味しそうだ。
じゃあ、美味しいは？これは実際に食べてから分かったことですよね。私は食べました。そして美味しいと分かった。だから美味しいということができます。すごく食べやすいと思います。美味しいです。美味しそうはまだ食べていません。でも美味しいといった場合は食べている。またはもう食べた。あとは食べたことがある。だから味がわかる。だから美味しいということが言えます。はい。じゃあ、例えば他の例文。この読解は難しそうだ。この読解は難しそうだ。これはどうですか？もう問題を解きましたか？解いてませんか？問題を解くっていうのは問題をやる、するという意味です。どっちですか？この問題難しそうって言ってる時点では、まだその読解の問題は解いていません。でも、なんとなく見て、わー、長いなー。日本語たくさん書いてあるなー。問題もたくさんあるなー。まだ問題やってないけど、私は見て難しいと判断した。これが難しそうです。じゃあ、もし、もう問題を解き終わって、実際に解いてできなかった。難しいと思った。これは、この読解は難しかったということができます。難しそう、難しかったっていうのは、問題をやる前とやる後で変わってきますよね。実際にやらないと本当に難しいかどうかはわからないので、まだ問題を解く前は、難しそう。実際に問題を解いて本当に難しかったら難しかったということができます。この何々そうだはすごくよく使うので覚えておくといいと思います。他にもそうだにはいろいろな意味があるので、もし気になる人はコメントで書いてください。もしかしたら今度動画で紹介するかもしれません。はい、じゃあちょっと2つ目の文法いきますね。次は、何々通りに、通りにです。皆さん、この通りにと通りにの違い、わかりますか？意味は同じなんですけど、ちょっと説明しますね。通りにの前に来るのは、動詞の辞書形、動詞の他形、名詞プラスのです。通りにの前は名詞だけが来るときです。例えば、地図通り、予想通りとかね、このように使います。じゃあ、意味は何でしょうか？ちょっと例文を紹介するので、皆さん予想してみてください。今回の仕事は計画通りに進んでいる。今回の仕事は計画通りに進んでいる。はい。どうしてこれ通りじゃなくて通りですか？計画が名詞だからですね。はい。どういう意味ですかね？今回の仕事は計画通りに進んでいる。通りに、通りにの意味は、何々と同じとか、何々と同じ状態という意味です。だからこの例文の意味は、今回の仕事は計画したその計画と同じように同じ状態で進んでいるという意味です。仕事をする前にある計画をしました。じゃあこれは4月にやります。次はこれは5月にやります。これは6月にやります。それを計画した通りに同じようにできているっていうのが計画通りになります。じゃあ次の例文です。人生は自分の思った通りにならないことがたくさんある。人生は自分の思った通りにならないことがたくさんある。はい。これは人生は自分の思った通り、思ったことと同じ状態にならないことがたくさんあるという意味ですね。皆さんもそういうことありませんか？今までいろいろな経験をしてきて、自分が思ったことと全然違う方向に進んだりとか、予想外のこともたくさんありますよね。はい。予想外って
っていうのは予想していなかったこととか、予想と違うこと、これが予想外と言います。多分予想通りの人生になることって本当に難しいんじゃないかなって思います。本当にいろんなことがありますよね。なのでね、人生は思った通りにいかないことが私はね、多いんじゃないかなと思います。皆さんはどうですかね。はい。今日は簡単に、そうだと通りに、道理にを説明してみました。もう多分皆さん勉強してからこの動画を見てると思うんですけれども、この動画を見てもうちょっとね、理解が深まったっていう人がいたらすごく嬉しいです。そういえば、皆さんはよくコンビニに行きますか？私は毎日は行かないですけど、でも多分1週間に3回は行くと思います。学校の仕事がある時は必ずコンビニでコーヒーを買います。あとこういう撮影があったりするとちょっと気になってたものを買ったりします。と今までもこの生活で使う文法のシリーズは多分もう3本か4本ぐらい動画が出てると思います。再生リストにしてありますので、もっと見たいなという方はそちらを見てください。あとは今まで勉強したけどちょっとまだよく意味がわからないとか、どうやってネイティブスピーカーがその文法を使っているのかわからないという文法があったらぜひコメントで教えてください。今日はここまでにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。